はい。よいしょ。はい。できるか。はい。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバドのババンババンバンバアビバビバビバババンババンバハービバノの。はい。藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにチュールと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさん、白黒のくたくん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。むーちゃん、お顔洗ってますね。まちゃくんがまだお皿舐めてるから、ちょっとそのままにしとこうか。で、たぬこさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に行っていただけると嬉しいです。では、行きますよ。せーの。ジャスティース、はい、にゃんこちゃんたち、ジャスティース、たまちゃん、ジャスティース、かわいいな。今日は塩入りの左右、左右お湯、左右お湯っていう感じとかが濡れてた気がしたけど、どこだあ、この辺かなこたつの中が濡れていましたよ。たまちゃんがな、たまちゃんが入る前にちょっとこうと思ったんだけど、わかんない。なんか、はい。そんな感じね。まーちゃんも入るだろうね。まーちゃんが入る前にお掃除しとこうと思ったんだけど、わかんなかった。カニタさん、ジャスティース、ありがとうございます。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。タンゴさん、ジャスティース、ありがとうございます。で、皿が邪魔ですか？まあ、ゆりたん舐めるね。映ってないな。からのお皿をゆりたんとまちゃくんが舐めておりますな。はい。なんじゃ、かわいいな。
多分ね。はい。で、今日は、じゃあ、金曜日か。今日金曜日だね。金曜日でゴミ捨ての日じゃないね。で、今日意外と外のが、あったかいっていうかさ、寒くなかったんだよね。でも、うちの中にいたんでね、うちの中は普通に寒かったんで、寒いつもりでさ、夕方かな農協今日は朝行かなかったんだよね。農協朝行かなかったんで、夕方ね、お客さんが帰ってから、まだ5時前だから農協やってるなと思ってさ、一応別に欲しいものがあるわけではないけど、なんかね、みかんは食べちゃったから、みかんがあったら、まあ、みかん買ってもいいかと思って、農協行ってみたんだけどね、今日はね、200円の、なんか実が割れちゃっててね、なんか、あーっていう感じの大根が、200円だった。それが3本残ってるだけだったんでね。やっぱり朝行くのがいいんだね。朝行かないとね、残り物になっちゃうんだなっていう感じで、今日は農協でお買い物はせずでございました。そうで、今日ね、朝天気予報を見たらさ、なんかずーっと晴れだったんだよね。今後1週間ずーっと晴れの予報だったんで、じゃあもう干し野菜にしちゃおうと思ってさ、この前買ってきた白菜、干し野菜にしちゃえと思って、たださ、先っちょについてる虫、そのまま放置、細かい虫がさ、白菜ってさ、ついてるんだけど、その虫をさ、そのまま放置してたらさ、なんかすげえ増えたこれ、みたいな感じでね。そうかと思って。なんかスーパーで売ってる白菜とかって先端のところ切っちゃってるじゃん。これのことかと思ってね。これ、先端のところ先に切っとかないと、この虫増えるんだなと思ってね。増えちゃったなと思ってね。増えちゃったよと思ってさ、しょうがないからね。それをさ、いち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 一枚一枚な、水洗いしながら、切って、もうすごい手間だったね。逆に手間だよって感じだったけど、まあ、しゃあないと思ってさ、白菜を一生懸命切ってね、で、ようやく干し野菜にしたんだけど、でね、これから干していくつもりでいたのにさ、なんか明日の天気が曇り、雨っぽい曇り、なんかね、雨曇りになっちゃってさ、なんだよ、みたいな感じで、ちょっとっていう感じ。てんたまさん、福袋、福袋。まだ届いてません。来週になるかもですね。なんか最近は、なんかね、その物流がね、言われた通りじゃないもんね。なんか、まばらっていうのかな。すごいすぐ届くところにはさ、すぐ届くし、なんか全然届かないところにはまだ届いてないのかっていう感じでさ、だからやっぱり場所によるのかもしれないね。ちょっと遠くなると予定より遅くなっちゃったりするのかもしれないね。申し訳には。まどかさん。こんばんワインを、ルネッサンス。ルネッサンス。まどかさん、ネットで、さすらいネキが流行っていますね。さすらいね、ネキ。何知らないぞ。初耳。さすらいねき。さすらいねきって誰？元ネタはインスタグラムや、TikTok？ さすらい、ショーツ登録者10万人目指す。さすらいねきは15歳高1のおでんちゃん。さすらいねき TikTok で検索。TikTok で見ればいいってことかな。ね、なんか流行ってるで思い出したけどさ、今なんかさ、すごい、食中毒流行ってない？そっか、TikTok 私ログインできないんだ。ログインできないんで。
YouTube かなんかで見ればいいのか、これで見ればいいのか、これ、こんにちは。今日はトップで18万以上のいいねを叩き出した。さすらいね。なんだこれまとめかなんかか、本人じゃないのか。これ、ショーツ、これか。何わかんない。何わかんないな。流行ってるんだね。へえ、なんでか。全然わかんないね。なんか食中毒流行ってるな、と思ってな。さっき思った。以上、みたいなね、感じ。で、あとは、今日は、なんだっけ、そうだ、朝ね。だから、干し野菜しようと思ってさ、一生懸命やって、で、あとはバナナがさ、バナナがやばいんでさ、じゃあ、またね、バナナ食パン作るかと思ってさ、なんだっけホームベーカリーに、パンの材料をセットしてな。で、そこにバナナがまたさ、立派なバナナだったんだよね。でけえな。これでけえな、ちょっと多いかしらなんて思いつつさ、一本入れて、でね、で、それを見てたらさ、なんか美味しそうなバナナだなと思ってさ、なんかこれ普通に食べればいいんじゃねそもそもだって普通に食べるもんだよね。だったら普通に食べたらよくねと思って一本は普通に食べたんだよね。ただでっかいんでさ、ちょっと量多いなと思いながらも、まあ一本食べてな。で、一本3本だったんだよね。一本どうしようかな。なんかしら作るかと思ったけど、でももうそんな時間がなくなってきて、もうそんな時間と気力と体力なくなってきて、いいや、普通に1本ぐらい冷凍しときゃいいかと思ってね、1本だけ冷凍して、で、バナナの皮をね、家庭菜園の液肥にするためにね、水につけるんだけど、で、それを作って、で、もう、それでいっぱいいっぱいだったかな、今日はな。で、掃除して、で、お客さん来て、みたいな感じでね、だから今日は動画の編集はやらんかった。まあ、夕方に帰るんだから、その後やればいいかって思ったんだよね。やればいいかと思うんだけど、私の集中力ってさ、だいたい4時、5時ぐらいで切れるわけよね。もうそこまでなの、今日のね、やることは。だからそれ以降になんかやろうと思ってもね、なんか集中力がね、出ないっていうのかな。まあ、やるときはあんだけどさ、まあ、そういうときライブ休んだりとかしてさ、ライブ休んだりとかして、集中して仕上げたりとかするんだけどさ、まあ、大概4時ぐらいかね、集中力が切れるの。だからもう、これは今日はもうできねえなと思ったんでね、今日はちょっと動画の編集はせずっていう感じで、終わっちまった。福袋。それです、わらわら。何流行ってんのわかんねえな。まどかさん。さらに元ネタは中国のおじさんの、踊りかなそういうことね。私も詳しく知りませんが、そもそも奥田民生の歌は、誰かが当てただけ。なるほどね。じゃあ、さすらいネキは、まあ、さっきのお姉ちゃんっていうことかな。で、元ネタがおじさんが踊ってて、それに奥田民生の歌がぴったりはまって、で、面白いからっていうので、それを真似してる人が、さすらいネキっていう人で、それが今流行ってるっていう感じか。そういうことか。で、今日はさっき見てたのね、なんかね、眠くなってきちゃってたんだけどさ、そうで、その白菜はね、煮たんだよ。話。なんか繋がってんだか繋がってねえんだか。
っていう感じなんだけど、干し野菜の白菜やりながらさ、さすがに1個はちょっとね、多すぎる感じだったんで、一部ね、スープにしようと思ってさ、でね、根っこの方っていうのかな、葉っぱの柔らかいところはね、まあ、乾きやすそうなんで、干し野菜にしちゃおうと思ってさ、元のね、芯の部分はさ、ちょっと厚手だからさ、乾くのに時間かかりそうでさ、だからまあ、この辺は煮ちゃおうと思って、根元の方は煮てと思って、でもそれもまたさ、今日もさ、鍋いっぱいになった感じなんだけど、最初それをさ、煮たんだよね、ひとまず。野菜ブイヨンで煮て、で、それで2杯ぐらい食べたんだけど、白菜はトロトロで美味しいんだけど、ただ白菜だけのスープなんでね、なんか物足んない、なんか入れたい。なんか入れたいんだよなぁと思ってて。なんか最近ね、鶏肉にハマっちゃってるっていうのかな。なんか鶏肉が食べたくてしょうがないみたいなね。そんな感じになっちゃうんだよね。で、今日もちょっと、なんだろう、ツナでもいいんだけどと思いながらさ、でもツナじゃないんだよなーっていうのでね、どうしてもあれ、なんか鶏肉なんだよなーって思って。で、夕方に、しゃあないじゃあ、もう鶏肉買ってくっかと思ってね、鶏肉買いに行って、で、結構ね、すごい少ないけど、そこそこすんなと思ってね。まあ、これ、一回で食べちゃったらもったいない気がするから分かったと思ってね、具を足して、量を増やしてね、で、明日の分にもするかと思って、夕方に鶏肉と、えのきと、買い溜めてた、白滝でかさ増しして、で、夕飯はそれを食べてな。ただまあ下手すると食べきってしまいそうな感じだったので、いやいや、これ明日の分だからって自分に言い聞かせてみたいなね。だからあとは、ダイソーで買ってきた干し芋食べて、みたいな感じでした。じゃあ、あと、あれか、昼間は焼いたバナナの食パンね、食べてて、なんか口に入れたいと思って。お腹は空いてるわけじゃないんだけど、なんか口に入れたいっていうのでね、昼間はずっとその焼いたバナナのパン食べてたかなっていうね、感じです。今日はだからなんだかんだ、今日はというか今日もな、一日中だらだらなんかしら食べてた感じでございますよ。まどかさん、その通りな、さすが読みが深いさえ渡ってるさすが私っていう感じてんたまさん、豚バラ入れたいですね。ね、昔だったら豚バラ入れたんだろうけどねっていう感じ。でね、肉買いに行ったらね、豚バラはね、30%引きのシール貼られてたわけよね。豚バラと、なんか、味付けしてある牛肉かなんかなのかなわかんないけど、は30%引きのシール貼られてたんだけど、鶏肉にはね、シール貼られてなかったわけよ。と思って。で、国産じゃないやつだったら、まあ、微妙に値段は安いんだけど、なんかね、大して値段変わんないんだったら、国産でいいか、みたいなね。で、あとは、焼き鳥の缶詰があったから、最悪それを入れるかっていうふうに考えたんだけど、やっぱりさ、原材料を見るとな、増粘多糖類とか見えるからさ、あ、いらねえ。やっぱいらねえとかって思って。で、お惣菜のコーナーでね、焼き鳥買えばいいかとかって思ったんだけど、それだとまたさらに値段が100円ぐらい上がっちゃうから、で、いろいろやっぱりそれにもさ、入ってんじゃんか。そう考えると、普通に肉は買った方のが平和か、みたいなね。で、冷凍のコーナーに行ってさ、なんか肉売ってるかと思ったけど、やっぱりね、冷凍のコーナーは豚肉か、豚ひき肉か、みたいな感じでね、鶏はないんだよね。で、唐揚げがあるじゃんか。
で、まあ、唐揚げにするかとかって思ったけど、やっぱりな、冷凍食品は超加工食品だからな。じゃあ、鶏肉にしとくか。散々スーパーの中は相変わらずうろうろしてね、結局鶏肉買ってきたって感じね。で、もったいないからっていうので、じゃあ分かったっていうのでね、かさ増ししようと思って、えのきも買ってね、えのきと白滝でかさ増しして食べましたよっていう感じです。ピヨンさん、福岡にネギ5倍盛りのうどん屋、あります。そうなんだね。じゃあ、あれだ、野菜がいっぱい取れる感じで、良さげな感じだな。で、あと何の話だあと何の話だ作って食べたものの話と、あとはさっきそれでね、もう食べて、眠くて、みたいな感じで寝ちゃうかと思って、まあ寝ちゃうかっていうか、なんか YouTube 見ながら、なんか寝てたんだよね。で、ちょっと面白そうな動画あるなと思ったんだけど、この勢いで見ると寝ちゃうかなと思いつつ、まあいいかと思ってひとまずポチってみたらさ、まあ面白かったんだよね。面白かったんで、目が冴えて、なんか集中して一気に見ちゃったなっていう感じでね。で、その最初のが30分ぐらいで、で、どうしようと思ってね、あと30分ぐらい時間あるけど、話のネタないからまたなんかあるかなと思って見てね。で、まあ同じシリーズっていうか同じ人のチャンネルで、違う人がゲストのね、ネドジュンさんがゲストのやつを見たらさ、それもまた面白かったんで、結局、後半1時間は集中して YouTube 見てましたみたいな。そんな一日でございましたね。で、あとは何の話かな。そんなもんかな。で、見てた YouTube は安江さんの話でね。で、まあ話がさ、すごいマニアックなんでさ、でね、上手に私が話せないんで、ここでうまいこと何が面白かったのかっていうね、説明がなんかね、面白そうに話ができないんで、参ったなっていうね、感じなんでございますよ。でね、その安江さんさ、安江さんいっぱい動画あるからさ、いろんなね、動画見てるのにさ、なんかどれもこれもさ、初めて聞く話ばっかりなんだよね。そんだけさ、動画上がってんだからさ、なんか同じ話しても良さそうなっていうか、同じ話を聞いてもさ、良さそうな感じがするのにさ、なんかどれもこれも初めて聞く話ばっかりでさ、で、今日見てた話もさ、あの、初めて聞く話ばっかりで、で、今日のところはね、続きはなんか有料サイトでみたいな感じで、途中でね、いいところでね、切られちゃうところがね、ちょっと、なんだ、悔しいなっていう感じなんだけど、まあ、そのね、冒頭のところだけでも、まあ、十分聞き応えがあるというか、見応えがあるというか、まあ、そんな動画でしたね。大樹さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。まどかさん、安江さん、初耳です。あ、そうなんだね。安江邦彦さんっていう、物理、哲学者かなんか、なんていうんだろうな。わかんないんだけど。の人がいてさ、チリチリのね、頭チリチリのさ、おじちゃんがいるんだけどね。その人が、なんでその物理哲学者っていうのかな、になったのかっていうね、話をしてたんだよね。で、それ私聞いたことねえやと思ってさ、聞いたんだよね。そしたら、それが、中学2年生ぐらいの時だったかな、に、UFO を見ちゃったんだってさ。で、UFO を見ちゃって、で、やっぱり雑誌、ムーかなんか、なんかしらのね、雑誌に、
筒型の、UFO がね、現れたみたいな記事になってて、で、まさしく自分が見たそれだったんだって。で、その時中2ぐらいだから、進路どうするんだみたいな、話になって、で、UFO 研究家になるみたいなことになって、で、それね、なんだ、研究できる学校に行ったつもりだったのに、なんかそんなの研究できねえって言われて、で、じゃあどこに行ったら研究できんだみたいのでね、どうしようみたいな感じになって、でね、他の国のところでね、なんか研究したいんだけど雇ってくれねえかっていうね、お手紙を送ったらしいんだよね。そしたらその中の、一箇所が、採用してくれて、みたいなね、そういう話で。で、それがさ、まあ、すごいわけよ。そういう話がさ、まあ、てんこ盛りなんだよね、あの人はね。もう次から次とよくそんなにね、話出てくるよねってくるやに。まあ、すごい話ばっかり出てくるんだよね。いや、そんなにすごい人たちとね、まだ知らない人たちと繋がってんだ、この人っていうのでさ、もう相変わらずすげえなって思いながら聞いてたんだよね。北海道さん、藤子さん、皆さん、ジャスティーさん、ありがとうございます。北海道さん、川に落ちたことはありますが、川で洗濯、川で洗濯をしたことのない北海道さんです。私も多分、川で洗濯はしたことないと思うな。てんたまさん、ぴよんさん、大輝さん、北海道さん、こんばんは。ぴよんさん、柴犬ロックチャンネル、面白いよ。散歩が嫌いで怒ってばかり。怒ってる犬ってそういうことだったのか。まどかさん、安江邦彦さん、後で調べてみてください。話いっぱいあるんでね。何がいいよって説明しがたいんだけどっていう感じね。北海道さん、皆さん、毎度様です。ね、いいえが73%だけど、約30%の人、3人に1人ぐらいが川で洗濯したことあるんだね。もうさ、そう。だから今日、質問が思いつかなかったわけ。質問を考えてる途中で寝たんだよね。質問考えてる途中で寝ちゃって、ああ、そうだ、質問まだ、あれだ、考えられてなかった。どうしようと思ってさ、思いつかなくて、いや、思いつかないなと思ったらさ、なんか桃太郎出てきてさ、桃太郎出てきてさ、おじいさんは山へ芝刈りに、芝刈りってなんだと思ってね。おばあさんは川へ洗濯。川で洗濯なって思って、今日の質問はね、そんなです。川で洗濯したことありますかっていうね、質問になっちゃったよっていうね、感じでございますよ。で、そう、安江邦彦さんね。まどかさん、突然ですが、藤子さんは何のスマホを使ってますか？ iPhone14 Pro かなってやつですよ。で、安江さんの今日の聞いた話は、昭和天皇な、昭和天皇すげえんだな。昭和天皇すごかったんだね。へーって知らなかったよっていう感じだったんで。まあね、その辺界隈の人はみんな知ってる話だったみたいなんだけど、私結構大雑把にかいつまんでる感じなんで、全然知らないんだよね。で、その昭和天皇さ、原爆、戦争の時の原爆な、なんか3発本当は落とされる予定だったんだよね。だけど一発消えてんだよね。一発消えてるんだけどさ、それなんで消えてるかっつったらね、昭和天皇が消したんだよ。
マジかと思って知らんかったと思ってさ、みんな知ってるらしいんだけどさ、あ、そうだったんだと思ってね。で、昭和天皇、普通の人間にする技を持ってる和尚が、またね、いて、でね、なんか普通の人間にする技をかけて、なんか普通の人間にしてたんだったかな。でも、まあ、能力持ってるんで、で、どっかの国に、消してくれっていうね、依頼があって、で、消したんだったっけな、どうだったっけな、みたいなね、話があったりとか、キリスト教。キリストは日本に何度も来てね、結局、日本で亡くなってんだよね。まあ、そんな話とか、ね、なんか、面白かったよ。っていう感じ。スマホ使ってますか？まどかさん、かなり最新すごい。あ、そうなの？だってさ、iPhone15 出てない？ iPhone15 出てるよな。だから買ったの去年なわけよね。去年買って、で、1年ぐらい経つんじゃないか？ 9 月だか8月ぐらいだったっけに買って、で、ほら、物価がね、どんどん高くなるからさ、でも買えるなら今だな、みたいな感じで買えたんだよね。で、その時にまだ、iPhone13 だったかな、最新がね。で、それを申し込むつもりでいたんだけど、なんかまだ発売はしてない iPhone14 申し込み、開始みたいのがあって、と思って、これって申し込めるんですかって聞いたら、申し込めますよっていう話で、で、iPhone14 Pro かな、を買った感じですね。はい。テントマさん、14プロは一括ですか？返却ですか？返却ってあるの？返却ってあるの？分割ですね。分割、鬼ローン。得意の鬼ローンですよって感じね。それでようやく月3000か4000かみたいな。だからポイント払いっていうのかな。その月に貯まってるポイントを優先で使って、で、残り支払いに回すみたいな、感じで、で、だいたい月3、4000円ぐらいみたいなね。ポイントが貯まってるときは、まあ3000円ぐらいで、ポイント貯まってないときは、まあ4000円ぐらいだったかなみたいな。なんかそんな金額だったと思うよ、月々な。返済、それが返却ってことかな。分割のね、金額でございます。で、あとは、じゃあタロットカードタイムいくか。突然始まる、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、あと何の話だったっけな。まあ、安江さんの話で、あれなんで、洗濯、マグネシウムで洗濯できるんだって話を聞いたの。安江さんが、最初だったんだよね。で、と思って、洗濯マグちゃんを買って使ってたんだけど、全然量が足りなかったらしいっていうことがね、最近になって分かって、もう今はマグちゃんすら使わず、水洗いだよっていう感じな。えーっと、てんたまさん、今日から UQ モバイルで13の中古が、4万8000円かなになりました。あ、そうなんだね。UQ モバイル中古。ねえ、そうだよね。iPhone にしとけば値段つくもんな。で、なんだったっけなんだったっけな。
とは、まあ、今日聞いた話で一番すげえなと思ったのは、昭和天皇すげえ。昭和天皇すげえって話な。で、あとは、日本じゃない、東京だけで、韓国一国の、国家予算よりも、なんか、経済的に、お金があるんでしょ。なので、同盟国だっけ独立国、大和を作ってね、なんだっけ、日本を立て直すみたいな話をしてて、で、なんていうかって言ったら、とにかく日本の憲法よりも、アメリカが作った、憲法っていうのかな、の方のが上なんで、日本でね、いろいろと憲法でごちゃごちゃ作ったところで、アメリカにダメって言われたら、もう何も日本ってできないんだって。ところが、なんだ、独立国家だったか、同盟国家だか、なんとか忘れちゃったんだけど、まあ、それにすると、なんだ、国じゃないんで、独立できるらしいんだよね。で、3カ国の、同意があれば OK っていうことになって、で、それになると、アメリカの憲法に従わなくてよくなるんだって。で、ね、同意してくれる3カ国、韓国、北朝鮮、中国だったっけな、忘れちゃった。だったら、絶対に同意してくれるはずだからっていうので、なるほどっていうのでね。で、それで、日本を立て直せばいいみたいな。とにかくほら、もうね、政治ダメだからさ、そこで立て直せばいいんだみたいなね、話をしてて、へーと思って知らんかった。そうだったんだ、知らんかった。その手があったんだと思って。で、なんかそれのね、活動をするつもりでいるらしいんだよね。へーって思って、聞いておりましたっていう感じ。北海道さん、マッカーサーだな。あいつがな。まあ、見事に日本をね、ぶっ壊してくれましたよね。北海道さん、ト。まだストップの声は出ませんよ。あとは、まあ、キリストの話。まあ、キリストは、どれもこれも、だから空海さんが勉強したのも、まあみんなね、勉強したのも、全部キリスト教だっていう話でさ、へえ、そうなのみたいなね。で、築地本願寺のあの建物なんか、どう見たって、教会だろうみたいのでさ、確かにと思ってね、あ、そういうことだったのかっていうのでね、まあいろいろと知らないことがいろいろと知れましたっていう感じでした。はい。では、北海道さんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。大アルカナかと思ったけど、大アルカナではないね。小アルカナだけど文字が書いてあるから、ポートカードでございますな。勢いのあるカードだな、そう。で、さっき聞いてたその安江先生の話でさ、もう一個そういえばって今思ったのだったんだけどさ、スピードが出てるとさ、ひらめくんだよね。で、その先生が、そのお手紙送って採用された国がスイスか。スイスに行って、で、給料がものすごく良かったんだって。給料がものすごく良かったんで、車買って、で、すごいスピード出せる、高速道路があるらしいじゃんか。で、そこで、
その200キロのスピードをね、出したいっていうので、なんか走ったらしいんだよね。そこで、なんかひらめいたらしいんだよね。で、それが何だろうっていうので、まあなんか数式だったらしいんだけど、それが偉い、数式だったらしくてね。で、まあ自分が考えたわけじゃなくてひらめいたことなんだけれども、まあそれで一気に有名になってっていう話で、で、世の中にあるその数式、いろいろとさ、カーナビの GPS だったっけとかになってるのとかも、全部ね、そういうひらめきでできてるらしい。ひらめきっていうか夢かな。夢で見たのとか、そういうのでできてるらしいんだよね。だから夢とかひらめきをバカにしちゃいけないんだよねっていうのでさ、あ、野生先生もそうだったんだと思って。なんか速いものね、スピードの速いもの、とにかく車の運転中って、あの、ひらめきやすいらしいんだよね。いや、そう、あと映画の話もしてた。まあいいや、先にタロットカードいこうか。ソードのナイト。ソード、ナイト。ソードナイト。今日は正位置ですね。スピードのこと言ってんのかな。絵柄の意味、世界観。ナイトはソードを高く掲げながら向かい風を、走っていきます。掲げたソードは高い知性と強い意志の象徴。前のめりに馬を走らせる姿も勇ましく、そのキリリとした表情からは一切迷いを感じさせません。ソードならではの抜群の行動力と、俊敏さでやるべきことを、脇目も振らずに遂行していきます。あなたは今目標に向かって行動を起こす、強い意志が持てていますか？テーマ強い意志、ソードのナイト。ナイトは小アルカナの騎士の中で最も目的のために勇気を持って行動する人物。冷静な判断力と行動力に優れ、そのスピード感もずば抜けています。ソードも小アルカナの騎士も、風のエレメントであることから、より風の要素が強調されます。ソードを振りかざすナイト。ソードの持つ高い知性を発揮しながら突き進んでいく強い意志を表しています。ナイトの感情に流せれない理性と行動力から、使命感や正義感も感じられます。疾走する馬。馬は高度やエネルギーを表しています。白馬が全力疾走している様子から迅速な行動も意味しています。赤いマント。マントの赤色は勇気を表しています。バグに書かれた蝶や鳥。蝶や鳥はソードに共通する象徴。蝶は変化や変容を表し、鳥は自由や飛躍を表す。ちなみに鳥の数は厳しさの度合いを表しています。流れる雲や木の揺らぎ。雲や木が強風に煽られている様子から、状況の変化するスピードが、速いことを表しています。なるほど。ナイトの物語。鉄製という文明の発展により生み出されたもの。人間の知性や進化を象徴。言葉や文化といった意味もあります。風に当たる、情報、言葉によるコミュニケーション。理論的な思考や分析力の象徴。それらは使い方によっては人を説得する武器、あるいは心を傷つけてしまう。ソードのナイトは迷いなく前へ突き進み、どんな困難にも立ち向かう、強い勇気を持っています。風のエレメントならではの頭の回転の速さ、洞察力、合理的に判断を下せる人物、小アルカナのどのナイトよりも若々しく、才気あふれるヒーローを思わされる存在、また風のエレメントであるソードの人物の中でも、最もスピード感が際立っています。
正位置全体。今こそ迷わず動くべきタイミング。そして冷静かつスピーディーな決断が成功の近道。追い風でも、吹いてきているので、頑張っていることがあれば、このまま全力で続けましょう。自分を信じて積極的な行動をすれば、きっと成功につながります。あなたにすでに備わっている、知性やスキルを武器にして、合理的に突き進んでいきましょう。使命感を持って、動いていくと実力以上のパワーが発揮できそうです。はい。と、全体じゃなくてまとめ。ソードを高く掲げ、敵に向かって切り込んでいく、緊迫感、スピード感、カードのデザインもまさに騎士道のヒーロー。中世ヨーロッパでは騎士道の物語を多く作られました。特に有名なのがアーサー王物語、ソードナイトをアーサー王物語に登場する円卓の騎士の一人、ガラハット号卿のようだと述べています。多くの騎士が途中で挫折する中、ガラハット卿は、聖杯にたどり着けた3人のうちの1人、最終的に聖杯を聖地に届けた唯一の人物。そのことから、勇敢でかつ迅速に目的に向かって実行できる力。ソードのナイトが聖位置で出たときは、あらゆる問題をスピーディーに解決する手腕や勇気を表しています。争いなどの悪い意味合いもありますが、その戦いは正義によるものであることを押さえておきましょう。カードを何枚か引いた場合には、順位のカードによって悪い読み方になる可能性もあるカード。なので、本日のタロットカードの意味調べるの会は、今こそ行動の時全力で備えてってことかもしれないな。楽しんでいただけてたら幸いでございますね。全力でもう、あとにゃんこのご飯だな、揃えるとしたらなっていうね、感じかな。ストップ。かっこいいカードね。北海道さん呼びましたか？藤子さんに質問です。100の目標って、どうですか？わかんねえな。まだ1月始まったばっかりだからな。まだ1月始まったばっかりだけど、SL 乗ったし、温泉入ったし、で、ワタミ行ったしな。もう3つ叶えたよっていう感じがね。で、さっきの話か。そう、映画のさ、コンタクトっていう映画知ってっかな。あれをさ、見てさ、でね、なんか日本っぽいなって思ってたんだよ。なんでこれ日本っぽいのかなと思ってたら、まあその天皇の、違う、聖徳太子かな。聖徳太子の話らしいんだ、あれな。聖徳太子みたいなね、感じで、なんか六角堂っていうのがあって、で、もう歴史とか全然知らないんで、ね、うまく説明できなくてごめんなさいっていう感じなんだけどさ、その中になんか音を鳴らすのがあって、で、それの音の、順番があるのかな。順番で、それで、なんか編成意識に入る、音の順番があるらしいんだよね。で、それをできる人には、天皇令っていうのを、なんか授けるみたいなのがあるんだって。で、それ授かった人が天皇になるらしいんだよね。なんか、で、それの話らしいんだよ。うん
うんって感じだろ。なんかほんと初耳の子とかわーって出てくるんでさ、なんかちょっと食いって見ちゃってたんだよねっていう感じ。北海道さん、そうそう。今こそですね、ね、もしかしたら今こそ備えてっていうことかもしれないな。北海道さん、今年は転職を考えています。仕事なんかねえぞ。仕事なんかねえぞ。転職ってあれかな、自営業するっていうんだったら、まあね、そうだろうねっていう感じだけどな。転職つっても仕事なんかねえぞっていう感じだよな。で、まあ、備える。まあ、ホルムズ海峡はどうかなっていう感じなんで、ホルムズ海峡はみんなね、閉鎖するって言ってて、まあ、可能性としてはね、ないとは言い切れないからさ、まあ、それも想定して、まあね、備えておくっていう必要はあるかもしれないんだけど、なんかね、おそらくホルムズ海峡封鎖はなんかないだろうっていうことらしいんだよね。ただ、ホルムズ海峡封鎖がなかったところで、それ以外のリスクがまあいろいろとあるんだよね。まあ結局備えるっていうことには変わりねえんだよなっていうのでさ。で、まあね、いつ物価が上がるかっていう話をね、で、そのホルムズ海峡が封鎖されちゃうと一気にね、値段が上がっちゃうんで、その前に備えろよっていうのでさ、まあ、でもそれで備えるのはちょっと煽ってるかなっていう感じがするんで、なんかそこは私は違和感があるんでね。で、ホルムズ海峡は封鎖しないかもしれないよっていう話聞いたときに、なんかそっちの方のが私はしっくりきたんで、しっくりきたんで、だから、ああ、そうなんだな、なんて思って。ただまあ、そのね、火山爆発地震とかさ、まあそういうのがあったにせよ、結局備える行動としては同じなわけだからね。そしたらまあね、備えられるうちに備えておいた方が、いいんじゃないのかいっていうね、話と、なんだっけな、思い出したんだけど、また、もう一個思い出したんだけど、忘れちゃったな。喋ってるとな、違うこと喋ってると忘れちゃうな。北海道さん。あとね、今年は健康を意識しようと思います。健康を意識するなら腸活だな。腸活だから、小麦粉やめて、天日塩を取ることだな。天玉さん、転職ですか？北海道さん、天玉さん、そうそう。天玉さん、ヘッドハンティングですか？そうだね、ヘッドハンティングされたのかな。それだったら、まあいいかもしれないな。じゃあ、まあとにかくみんなが幸せで生きて、くれることを祈っておりますよ。あ、あれだ。アナスタシアの話だ。アナスタシアの話を思い出したんだな。で、思い出したけど、まあ、こんな話しても、ね、通じないというか、私もよくわかんないまま聞いてる話だったんで、まあ、説明できないんでしょうがないんだけどな。アナスタシア、シベリアでね、生きてる人なんだけどね、それが、なんか日本人がいて、そうだったのみたいな。その人にも会ってんだよね、安江さんね。で、その人が、アフリカかなんかにね、行くことになったんだけど、ニュースでその人がね、殺されたっていうふうに出てきてね、で、っていうふうになったんだけど、まあ一応世の中的にはね、殺されてるっていうことにはなってるんだけど、まあ、生きてますよ。ってね、こそっと教えてもらった。ただまあ、それ以上は聞かないでくださいね、察してくださいねっていうことで、ね、終わったらしいけどっていうね、ので、へーっていうね、いろいろ驚きの情報がてんこ盛りでございました。北海道さん。来週の月曜日にペッ
と検査を受けてみます。楽しみなんだな。楽しみだったらまあいいよな。てなわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が、あ、まっちゃったね。物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。